積んだもんなのだ。明けましておめでとうなのだ。今映っている背景をみんなが作れることをこの動画の目標にするのだ。もちろん無料なのだ。ワイフディフュージョン 1.4 と WebUI を使用するのだ。ワイフディフュージョン 1.4 には2種類あって 512×512 サイズのアニメ版と 768×768 サイズの完全版があるのだ。そのうちのアニメ版の1エポックが元旦にリリースされたので使うのだ。まだ学習途中とのことでお試しなのだ。では使い方を説明するのだ。この GitHub へのリンクを概要欄に貼っておくのでアクセスするのだ。上にあるオープン、イン、コラボでコラボが開くのだ。英語を使っているのだが全て日本語を DeepL で翻訳しているので安心するのだ。DeepL を使うのだ。使い方はランタイムから全てのセルを実行するのだ。このまま実行なのだ。より良いモデルが出たらモデルと VAE を更新する予定なので WIFE1.4 っぽい名前であることを確認するのだ。使用したいモデルと上書きしたい VAE と WebUI の言語のローカリゼーションを選べるのだ。WIFE1.4 は VAE が分かれているので注意するのだ。1月3日、WebUI でグレイディオの公開リンクが表示されない問題が発生しているのだ。なのでコラボにトンネルを作って公開リンクを作るツールとしてボアか N ブロックを使うのだ。この URL にアクセスするのだ。WebUI が起動していないのでエラーになるのだ。起動するまでスキップなのだ。127001という URL が表示されたら起動しているのだ。もう一度ボアにアクセスするのだ。ユーザーネームはユーザーでパスワードはパスが初期値にしてあるのだ。ログインなのだ。SD、VAE から VAE を設定するのだ。ローディングは読み込み中なのだ。WIFE1.4 でおすすめされているプロンプトを選択するのだ。貼り付けっぽいアイコンをクリックするのだ。WIFE1.4 で使えるプロンプトのリンクを概要欄に貼っておくのだ。このままだと YouTube でアウトな画像が生成されるのでプロンプトにセーフ、ネガティブプロンプトに NSFW を書くのだ。うさぎ年なのでラビットっぽいプロンプトにするのだ。そうそう、プロンプトを保管してくれる拡張機能を入れたのだ。これで簡単にプロンプトを書けるのだ。とりあえずワンガールを入れるのだ。次にサンプリングアルゴリズムを選択するのだ。オイラー A、DDIM、DPM プラスプラス 2M、DPM プラスプラス 2M カラス。そのあたりがネットで人気なのだ。ちょっと調子に乗って1回あたりの枚数を8枚にするのだ。これで生成するのだ。WIFE1.4 は縦長や横長の画像に対応しているのだ。でも全然試していないので未知数なのだ。生成が終わるまでスキップするのだ。際どいのだ。この中から良さそうな画像1枚を選んでサンプリング回数を増やすのだ。下にスクロールしてシードの数値をコピーするのだ。シード値にペーストするのだ。1回あたりの枚数を1枚にするのだ。サンプリング回数は50回にしたのだ。100回でもいいのだ。では生成するのだ。ちょっとウサギっぽさが増したのだ。次にこれを拡大するのだ。これもネットで人気な方法にするのだ。その他に転送をクリック。エラーが出たのだ。よくわからないので別の方法にするのだ。拡張機能のイメージ、ブラウザータブを開くのだ。最初のページをクリックするのだ。多分左上が最新の画像なのだ。その他に転送をクリックするのだ。その他タブに転送されたのだ。あとはアックスケーラー位置を選んで生成するだけなのだ。アニメ調はリアル ESR ガン 4X プラスアニメ 6B がおすすめなのだ。背景はスウィン IR4X がおすすめなのだ。どちらが良いかは好みなのだ。これで生成すれば拡大されるのだ。拡大されたのだ。画像を右クリックしてダウンロードするのだ。保存するのだ。最後にランタイムからランタイムを接続解除して削除をクリックするのだ。基本的な使い方はこれで終わりなのだ。ここからは補足について語っていくのだ。
ステーブル、ディフュージョン2からシステムラムを一瞬で 12GB 近く消費してコラボが強制終了する問題があったのだ。現在はグラフのように問題が解消されたのだ。グラフが赤くなったら危ないのだ。これで無料のユーザーたちは安心してステーブル、ディフュージョン2に移行できるのだ。ステーブル、ディフュージョン2から設定ファイルを同名にして同じ場所に置く必要があるのだ。ローカルで環境を作る人は注意するのだ。WebUI の設定画面の機能と見た目が変わっているのだ。とりあえずステーブル、ディフュージョンをクリックするのだ。ステーブル、ディフュージョン2から全部クリック、スキップが2になったのだ。これもローカルで環境を作る人は注意するのだ。拡張機能なのだ。拡張機能リストの読み込みボタンを押すと表示されるのだ。多すぎて把握できないのだ。選べるモデルについてなのだ。モデルがいろいろあって迷うのだが、サータイン深部が簡単で綺麗な絵になるのでおすすめなのだ。さらに作者が学習方法を説明している点やモデル同士の類似度を調べるツールを公開している点で気合が入っていておすすめなのだ。最後に VAE についてざっくり説明するのだ。ステーブル、ディフュージョン 1.4 の図を使うのだ。64×64 サイズの画像のようなもの、潜在変数から 512×512 サイズの画像に変換しているのだ。VAE を変えると色合いやまつげなどの描写が変わるのだ。N ブロックの使い方を説明するのだ。WebUI が起動するセルのところでトンネルを N ブロックにするのだ。N ブロックの URL にアクセスするのだ。サイン、アップ、フリーでアカウントを登録するのだ。今回は Google アカウントから登録するのでサイン、アップ、with Google から登録するのだ。登録したいアカウントを選択するのだ。チェックを入れてクリエイト、アカウントをクリックするのだ。Your オーソトークンをクリックするのだ。トークンをコピーするのだ。N ブロック、オーソトークンにペーストして実行するのだ。ボアの時と同じように127001の URL が表示されたら N ブロック、IO で終わる URL にアクセスするのだ。ビジット、サイトをクリックして WebUI が開くのだ。これで補足は終わりなのだ。お疲れ様なのだ。WIFE1.4 はまだ学習途中でもプロンプトを工夫すれば良い絵を生成できることが分かったのだ。サムネイルは前の絵のプロンプトにファンタジー、ランドスケープを加えただけなのだ。ここまで見てくれてありがとう、なのだ。